VIP との商談をお前に任せてやるよ。成功したら10億の利益だ。課長から突然仕事を持ってこられ、俺はのけぞる。え、いいんですか？ああ。これを成功させたら、最年少で昇格が期待できるレベルだ。やってみるか？まさかの大役に驚いたが、やりがいも大きそうだ。はい、ぜひやらせてください。わかった。お前に任せるよ。ただし、逆にポシャったらクビだからな。俺は思わず、クビですか？と聞き返す。そうだ。東大卒の俺がチャンスを与えるんだから感謝しろよ。まあ、お前にできるかどうか知らないけどな。そう薄笑いを浮かべていた。俺は握り拳を作り、やります。全力で成功させます。と答えた。そして、いざ打ち合わせ当日。商談の直前に、課長がにやりと笑いながら言った。そうそう。この商談相手、外国人だから英語な。よろしくな。英語ですか？俺、日本人との商談だと聞いていたのですが。そう。だから、日本語の資料しか用意していない。アホか。海外の会社なんだから、英語に決まってるだろう。お前が通訳すりゃいい話だ。できなかったらクビだからな。ちょっと待ってください。事前にそう聞いていれば別の準備を。俺の話を、課長は手を振って話を遮る。言い訳するな。いいか？失敗したらクビだ。これは罠だと、ようやく理解した。しかしもう引けない。わかりました。なんとかします。そうして商談に赴くと、待っていた取引先の海外美女が、俺を見た途端、会いたかった、と抱きついてきて、俺の名前は新田正幸、28歳。日本屈指の総合商社、桜トレーディングに入社した。国際営業部に配属され、世界中を飛び回る毎日だ。正直肉体的にも精神的にもきつい仕事だが、同時に大きなやりがいを感じている。何より俺には、自分が納得できる仕事をするというこだわりがあるんだ。細かい調整が重要になる仕事でも、妥協せずにベストを尽くしたい。例えば、通関手続き一つでも、相手国の文化や慣習を尊重しなければ成功しない。だからこそ、俺は小さな齟齬も見逃さないように、細部まで詰める主義だ。上司や同僚からは気難しいと言われることもあるが、これは自分の性分だし、プロとしての責任だと思っている。お前ほど書類を確認する奴はいない。と笑われることもあるが、それは俺なりの誇りだ。何もかも完璧とはいかないが、この徹底した姿勢こそが海外の取引先から信頼される理由だと思っている。それを続けるためなら多少の苦労も厭わない。やる気があっても成果が出なければ評価されないのがこの会社の本当に相当きついところだ。だからこそ俺はアイデアと交渉手段を模索している。本当に大変だけど好きな仕事だ。2年前、俺のやる気が認められて海外支社への長期赴任が決まった時は胸が高鳴った。新しい環境に飛び込んで自分の英語力や国際感覚を高めることは俺にとって大きな挑戦だったからだ。実際、現地スタッフとの意思疎通には苦労も多かったが、その分得られる経験も格別だった。だからこそ、日本へ戻ってほしいと上司に告げられた時は、少し複雑だった。まだ海外で試したいアイデアも残っている気がして、名残惜しさを感じたんだ。そんな思いを胸に、成田空港へ降り立つと、日本特有の湿気や看板の日本語表記が妙に懐かしかった。本社に復帰して最初の朝礼で、俺は改めて部署のみんなに挨拶をした。おはようございます。海外支社から戻りました新田です。今日からよろしくお願いします。そう頭を下げた瞬間、海外に染まって日本の常識や仕事の仕方を忘れてるんじゃないだろうな。と鼻で笑ったのは小崎課長だ。彼は東大卒を自慢にしているらしく、何かにつけて学歴をアピールしたがる人だった。という記憶がある。俺が海外に行く前は少し年上の先輩だったが、知らぬ間に課長へと昇進したらしい。朝礼後、デスクに戻るなり、小崎課長がわざわざやってきて、意味ありげに鼻で笑った。新田、随分と気が利かなくなったようだな。え？普通なら、帰任の挨拶は事前に時間をとって、関係各所に根回ししてからするものだ。まあ、
海外で現地の緩い習慣に染まっていたら、そんな基本的な気配りも忘れてしまうか。私なら、東大時代から培ってきた人脈を生かして、もっと効果的なタイミングで。課長は他の社員にも聞こえるように声量を上げ、意図的に間を取る。まあいい。君にそこまで求めるのは酷というものか。どうせお前の海外経験なんてたかが知れてるだろ。日本では一からやり直しだ。能力があるなんて過信するんじゃないぞ。お前の実力なんてたかが知れてるんだから。まあ頑張れよ。東大で培った俺の理論には追いつかないかもしれないがな。と嫌味を言われたことで、以前から苦手だった彼の性格は、あまり変わっていないとよくわかった。頭ごなしに無能扱いされるのは腹が立つが、ここで反論しても面倒なだけだ。俺は平静を装いながら、はい、課長のご指導に期待しております。とだけ答えた。それを聞いた周りの同僚は、ああまた始まったな、という顔で苦笑いしていた。どうやら、小崎課長は普段からこのような立ち振る舞いなのだろう。しかし、上司がどんな人物であれ、俺は俺のやり方で結果を出すだけだ。そう自分に言い聞かせながら、久しぶりの本社の空気を肌で感じていた。そんなある日、小崎課長がニヤニヤと笑いながら俺の前にやってくる。なあ、新田。お前さ、海外支社にいたんだろう。だったらちょうどいい案件がある。VIP との商談をお前に任せてやるよ。いいんですか？ああ、これを成功させたら最年少で昇格が期待できるレベルだ。やってみるか？突然の大役に驚いたが、海外絡みなら自分の経験が活かせるかもしれない。やりがいも大きそうだ。はい、ぜひやらせてください。そう言った俺に、小崎課長はさらに笑みを深めた。少し嫌な予感がする。わかった。お前に任せるよ。ただし、逆にポシャったらクビだからな。課長は淡々と言う。その言葉に背筋が凍る。俺は思わず、クビですかと聞き返した。小崎課長はあっさりうなずいた。そうだ。東大卒の俺がチャンスを与えるんだから感謝しろよ。まあ、お前にできるかどうか知らないけどな。そう薄笑いを浮かべている。突然降って湧いたリスクとリターンの大きなミッション。普通ならプレッシャーに押しつぶされそうだが、俺は胸の奥で燃えるものを感じていた。俺は握り拳を作り、やります。全力で成功させます。と答えた。そして、いざ打ち合わせ当日。資料もプレゼンも準備万端な俺が会議室に入る直前、小崎課長がにやりと笑いながら言った。そうそう。この商談相手外国人だから英語で話せよ。よろしくな。俺は耳を疑った。英語ですか？俺、日本人相手の商談だと聞いていたのですが。そう。だから、日本語の資料しか用意していない。焦る俺に、小崎課長は肩をすくめてみせる。アホか。海外の会社なんだから、英語に決まってるだろ。お前が通訳すりゃいい話だ。前も言ったが、できなかったらクビだからな。ちょっと待ってください。事前にそう聞いていれば別の準備を。俺の話を、小崎課長は手を振って話を遮る。はあ？言い訳するなよ。海外支社にいたんだろ？ならサクッとやれよ。何のために出向してたんだ？これは罠だと、ようやく理解した。俺を貶めるために、日本人との商談だと嘘をついていたのだ。あらかじめ失敗したらクビだと脅していたが、彼は本気なのだろう。現時点での商談資料は日本語仕様のものしかないし、相手の意向を深く聞き出すには、綿密な用語も必要だ。準備不足が大きいのは否めない。だが、ここで尻込みしては、小崎課長の思うツボだ。わかりました。何とかします。俺は声を振り絞り、会議室の扉を開いた。失礼します。桜トレーディングです。本日はよろしくお願い申し上げます。ハロー。中にいた商談相手は、華やかな金髪の美女だった。俺が彼女を目にして言葉を失っていると、小崎課長は気取り顔で、こちらが本日担当させていただく新田です。ちょっとね、日本語の資料しか持ってこない困ったやつでして。と、まるで俺が無能かのように説明を始めた。しかし、相手の女性は小崎の言葉を聞いても、あまり気にしていない様子で笑みを浮かべている。課長はどこか偉そうに続けた。まあ、こういう状況ですが、お気になさらず、英語はそこそこできるみたいですから。
と皮肉混じりに俺を紹介する。ところが次の瞬間、その女性が俺の目の前まで歩み寄り、いきなり抱きついてきた。正幸。片言の日本語で俺の名前を呼びながら。アイリス。そうよ。会いたかった。はあ？お前ら知り合いだったのか？小崎課長が大げさに声を荒げる。少し前にご縁がありまして、俺はしどろもどろになりながら答えた。そう。目の前の彼女は友人だ。まさかこんな劇的な再会をするなんて想像もしなかったから、こっちだって頭が真っ白になっている。俺が冷静を装おうとしていると、彼女は、再会できて本当に嬉しいわ。と、満面の笑みで俺の腕を離さない。課長は書類をバサリとテーブルに叩きつけ、ちょっと待て。お前なんでこんな重要案件の相手とそんな親しげなんだよ。どういう関係だ？と、半ばパニックに陥っているようだった。俺がどう説明しようかと困惑していると、彼女は俺から離れて課長に握手を求めた。はじめまして、アイリスです。正幸と私は、オックスフォード大学の同級生なのよ。日本語での説明に、小崎課長は目を見開いた。オックスフォード。お前、まさかオックスフォード大卒なのか？ええ、はい。俺がうなずくと、課長は、なんでお前、そういう大事なことを言わないんだよ。と、俺を睨みつける。俺は肩をすくめるしかない。いや、学歴ってそんなに、ひけらかすものでもないじゃないですか。必要があればお話ししますけど、別に課長にいつ言えって言われたわけでもありませんし。課長は一瞬ポカンと間抜けな顔をしたかと思うと、怒りを通り越してあからさまに悔しそうな表情で、と声にならない声を上げる。どうやら俺がオックスフォード卒であることを大々的に言わなかったのが彼にとっては癪に障るらしい。俺とアイリスは小崎課長を放っておいて商談を始めることにした。もちろん英語でだ。突然の英語商談には驚いたが、大学では英語の授業を受け続けていたのだ。コミュニケーションには何の問題もない。完全に日本語で書かれている資料を英語で噛み砕いて説明していく。適宜、日本市場特有の商習慣や法規制についても補足すると、アイリスは、そうなのね。それは面白いわ。と、興味深そうにうなずく。課長は取り繕ったように、弊社の教育は行き届いていますので、新田の説明は問題ないでしょう。とつぶやいているが、なんとなく悔しそうなのは気のせいではないだろう。やがてアイリスは、素晴らしいプランだわ。前向きに検討しておくわね。と笑みを浮かべてくれた。俺はその言葉に胸をなで下ろす。この商談さえ成功すれば、課長から言われていた首の恐怖は遠ざかるし、逆に大きなチャンスにもつながるのだ。では続きは後日、具体的な契約書面を検討しつつ進めましょう。そうアイリスが締めくくると、課長もさすがに、そうだな。よろしくお願いします。と、ぎこちなく返事をするしかなかった。一通りのプレゼンや質疑応答を終えて、会議室の空気が少し落ち着いた頃、アイリスが書類をまとめながら、ふと俺の方に顔を向けていった。ねえ、この後って時間ある？あまりにも自然な問いかけだったから、俺は一瞬どう答えていいかわからなかった。社内で VIP と呼ばれる取引先相手から、こんな個人的な誘いを受けるなんて、想定外すぎる。だが、相手は友人でもあるのだ。ええ、今日の午後はデスクワークぐらいだし、多少なら時間は大丈夫だよ。それを聞いたアイリスは、パッと華やかな笑顔になった。よかった。じゃあちょっとお茶でも付き合ってくれない？話したいことがたくさんあるの。という。課長は、やや慌てた様子で、待て。取引相手を一人で独占するのは。と割って入ろうとするが、アイリスが、個人的なお付き合いなの。邪魔しないでね。と、にこりと返したので、何とも言えない表情で引き下がった。アイリスに連れられて、ビル内のカフェスペースへ向かう。その場所に彼女がいるだけで、空間が華やぐ。並んで会計を済ませ、テーブルに向かった瞬間、彼女は少し照れくさそうな顔で言った。正幸、本当に久しぶり。本当にずっと会いたかったわ。あなたが急に日本に戻るって聞いてびっくりしたわ。連絡もあまり取れてなかったし。でもね、私の気持ちは全然変わってないから。
その一言に心臓が大きく跳ねた。彼女の俺に対する気持ちは、オックスフォード時代からなんとなく感じていた。だけど、その時は自分の留学や就活のことで手一杯になっていて、彼女の気持ちに正面から向き合う余裕がなかったんだ。俺も正直、再会できて嬉しいよ、アイリス。本当にごめん。何も言わずに日本に戻ってしまったりして、どうやって連絡を取り合えばいいかわからなくてさ、もう少し落ち着いたら連絡しようと思っていたんだけれど、ごめん、言い訳臭いね。俺がそう言うと、彼女はカップを持ち上げながら少し切なそうに笑う。連絡なんて手段はいくらでもあったのに、あなたってば不器用なんだから。まあ、実は私もいろいろあって、すぐに行動には移せなかったの。だから気持ちはわかるわ。だけど、今はこうして目の前にいてくれる。それだけで十分。一息ついたところで、カフェの照明が柔らかく、俺たちを包み込む。アイリスは、覚えてる？私たちが初めて会った時のこと。と、懐かしそうに口を開いた。俺がアイリスと出会ったのは、オックスフォード大学に留学していた頃だ。深夜近く、図書館での勉強を終えて、下宿先に戻ろうとした時、ふと、遠くからかすかに女性の悲鳴のような声が聞こえてきた。その声が気になって、足を向けた路地で、アイリスが酔っ払いの男に絡まれていたのだ。その水管は、大声で何かわめきながら、彼女の腕を掴もうとしていた。彼女は明らかに恐怖で動けなくなっていて、しかも周囲には誰もいない。オックスフォードの街は普段、夜でもそこそこ人通りがあるはずなのだが、その日は寒かったこともあって、人影がまばらだった。俺は一瞬ためらったけど、彼女の恐怖する表情を見てしまったら、黙って見過ごせなかった。彼女から離れろ。気づけば、俺は大声を張り上げて、その男と彼女の間に割って入っていた。俺自身、そこまで喧嘩慣れしているわけじゃないから、内心ビビっていたけれど、英語は留学生活で多少は身についていた。まだ当時は拙い発音だったけれど、とっさに出た言葉が彼女を守るための第一声だった。水管は俺を冷ややかに睨みつけ、なんだお前は、と低くうなる。アイリスは怯えた瞳で俺を見上げ、目には涙が浮かんでいた。彼女は俺の連れだ。気安く話しかけないでくれ。そんなことを言いながら、俺はとっさに彼女の腕を軽く引き寄せて、男から距離を取った。すると水管は、ああとか言いながらも、俺と彼女との間にある妙な空気を感じ取ったのか、よろけながら舌打ちして去っていった。送っていくよ。君、家は近いの？そう問いかけると、彼女はまだ震えが残る声で、大学の寮に住んでいる。少し歩くけど。と答えた。俺は安全そうな大通りを選びながら、彼女を寮まで送り届けることにした。道すがら、アイリスは留学生としての苦労や、自分がまだ慣れない土地で感じている孤独を、ぽつりぽつりと打ち明けてくれた。私、オックスフォードに来る前はもっと自分に自信があったの。でも、いざここで暮らしてみると、世界中から集まってきた優秀な人たちばかりで、言葉も文化も違うし、どうしても自分がちっぽけに感じてしまうの。夜の街を一人で歩くのだって怖いし、今日みたいなことがあったらって考えるだけで震えちゃう。私ダメね。俺は彼女に何か気の利いたことを言いたかったけど、深夜の冷たい風が俺の頭を余計に固くしていた。代わりにできるだけ優しい調子で、怖いのは当たり前だよ。知らない国で生活するんだし。でもさ、それだけのリスクを負ってここで学ぼうとしてるんだから大したもんだよ。自分にもっと誇りを持ってもいいんじゃない？と伝えたのを覚えている。その言葉は自分に対しても常に言い聞かせている言葉だったから、自然と口に出たのだ。翌日から大学内でアイリスと言葉を交わすようになり、彼女の様子は少しずつ変わっていった。もともとは明るくて周囲とも打ち解けるタイプだったらしいけど、その一件以来、もっと自分の声をはっきり出そうと思うの。嫌なことは嫌って言えるように。とか、日本語ももっと勉強したいな。正幸が日本に帰った時、ちゃんと私の言葉でお礼が言えるように。なんて言いながら、図書館や日本語のクラスに通い始めた。何度か一緒に勉強もしたし、彼女なりのペースで着実に成長していった。私、
正幸に守られっぱなしじゃ嫌だから。彼女はにっこり笑いながらそう言ってくれた。俺はその言葉を聞いて正直ドキッとした。アイリスはもともと才色兼備と言っていいくらい優秀な女性だが、あの出来事がきっかけで強くなりたいという気持ちを高めたらしい。結果として今現在ビジネスの世界でもリーダーシップを発揮できるようになるまで成長したそうだ。俺が本当に頑張ったんだなと言うと、彼女は誇らしげに笑った。正幸に守られるだけじゃなくて、私自身も成長して堂々とビジネスの場で活躍したいと思ったの。それが今の私なのよ。俺は知らないうちに彼女を奮い立たせるきっかけになれていたのかと思うと、胸の奥が温かくなる。彼女があそこまで輝いているのは自分の努力の結晶だろう。だけど、その始まりに少しでも貢献できたのなら、これほど嬉しいことはない。コーヒーがすっかり冷めてしまう頃、アイリスはカップをテーブルに置いて、真剣な眼差しで俺を見つめた。実はね、私が日本支社への移動を希望したのには、はっきりとした理由があるの。俺が理由と聞き返すと、彼女はうんと一度深くうなずいて続ける。確かに、アイリスは現在アメリカの会社に在籍していたはずだ。なのになぜ日本にいるのか。もちろん、ビジネス上のチャンスも大きいし、日本市場に興味があったのも事実よ。でも本当のところは、正幸に会いたかったからなの。一瞬言葉が出なくなる。彼女がこうやってまっすぐな気持ちを伝えてくれるたびに、俺は自分の不器用さを痛感させられる。どうしてもっと早く連絡を取るなり、感謝を伝えるなりしなかったのか。けれど今は、それでも彼女がこうして目の前にいてくれて、変わらず思いを寄せてくれている。それだけで何もかも救われる気がした。そうなんだ。ありがとう。そう俺が言うと、アイリスは穏やかな笑みを浮かべた。相変わらず俺は曖昧な反応しかできない。これから一緒にいろんなことを進めていきたいな。ビジネスも、プライベートもね。と、頬を染めながら返す。俺はそんな彼女の表情を眩しく感じた。アイリスと別れた俺は本社に戻る。すると、エレベーターで見覚えのある顔と再会した。あ、新田くん。小林さん。小林咲。元カノであり、かつては結婚を考えていた同僚だ。彼女は笑顔で手を振ってくれたが、その目にはどこか寂しさが滲んでいた。お帰りなさい。久しぶりね。と彼女は明るく声をかけてきた。心臓が一瞬止まったような感覚に襲われ、思わず言葉が出なかった。彼女の存在が俺の中に積もっていた古い感情を一気に呼び起こす。そして、ただいま、とぎこちなく返事を返した。最近どうしてる？と、サキが尋ねてくるが、俺は答える気力が湧かない。彼女と過ごした日々は楽しかった反面、終わり方があまりにも唐突で、未だに納得がいかないままだったからだ。俺は、仕事に集中してたよ。ぼんやりと答えると、サキは微笑んでうなずいた。そっか、それならよかった。以前はサキ、正幸くんと呼び合っていた俺たちは、今では名字で相手を呼ぶ。それが自然にできるのは、時間が経過したことを示していた。ある日、彼女から突然告げられた別れの言葉。私たち、これ以上一緒にいるのは難しいと思うの。そんな先の言葉は、まるで冷たい雨が降り注ぐように、俺の心に深く刺さった。結婚のことも話して、将来のことまで具体的に考えていた俺は、動揺しながらも、一生懸命に理由を求めた。しかし、先の返事は曖昧で、ついに気持ちを変えることはできなかった。去っていく彼女の後ろ姿を見送りながら、俺は何が間違っていたのか、自分自身に問いかけた。もしかすると、俺が仕事に没頭しすぎて、彼女の気持ちに気づかなかったのかもしれない。あるいは、彼女自身が抱えるストレスやプレッシャーを理解しきれなかったのかもしれない。そんなことをずっと考えていた。結局、理由はわからずじまいだ。それから、俺たちの関係はぎこちなくなった。朝の挨拶も形式的になり、ランチタイムには一緒に過ごすことが少なくなった。職場での会話も業務に限定され、プライベートな話題になることはほとんどなくなった。結婚まで考えていたのに、自分だけが好きだったのかと、心の奥底で自問自答する日々が続いた。
そうしているうちに、会社の飲み会やイベントにも参加することが少なくなった。サキとの関係がぎこちなくなるたびに、社内での交流も億劫になっていった。本当は友達として接することが理想だったが、実際にはそれが難しく、自然と孤立感を感じるようになった。どうしてこんなにも難しいんだ。と、夜遅くまで残業をして一人で仕事をする日々。恋愛に対する不信感が芽生え、女性との関係に対して慎重になっていた。サキとの別れがただの一時的な感情の揺れではなく、深い心の傷となっていたのだ。そのため、今でもアイリスの気持ちにもうまく返せないでいる。それでも、俺は前に進むために努力を続けた。仕事に全てを注ぐことで、過去の痛みを乗り越えようとした。しかし、サキとの思い出は時折、心の中で波打ち、俺の進むべき道を迷わせることもあった。それでも、俺は自分を奮い立たせ、前向きに歩み続けたのだ。女性は信じられないと、何度も心の中でつぶやいた。そして、仕事に生きることで、俺は自分自身を再構築しようと努力した。海外支社への赴任が決まった時には、高い評価を受け、仕事への自信を取り戻していた。もう二度と同じ過ちは繰り返さない、と心に誓い、海外赴任の準備に励んだ。仕事に没頭することで、過去の痛みを乗り越え、新たな自分を築き上げる道を選んだ。結果として、海外支社での成果が評価され、本社への復帰が決まった時には、心の中に少しずつ平穏が戻ってきていた。サキとの再会は少なからずあの頃の傷をえぐってくる。しかし、彼女との別れは俺にとって大きな痛みであるものの、同時に成長のきっかけでもあった。過去を乗り越え、新たな未来に向かって歩み出すための大切な一歩だと、今ではそう思っている。いろいろな出来事が起こった本社復帰から数週間後、アイリスの会社との契約は順調に話が進み、新しいプロジェクトが立ち上がった。俺は国際営業部の一員として任命され、プロジェクトに加わることになった。そして、プロジェクトの指揮を取ることになったのは、新たに任命された大場部長だった。久しぶりだな、新田。また一緒に仕事をする日が来るとはな。そう声をかけてくる大場部長は、どこか嫌な笑みを浮かべている。その一言に、俺の心は一気に数年前の記憶に引き戻された。あれは素晴らしい提案だった。またよろしく頼む。俺のためにしっかり働いてくれよ。大場部長は、かつて俺が提案した新規マーケティング戦略について唐突に口にした。忘れるわけがない。あれは、俺が一生懸命練り上げた案だったのに、最終的に大場部長が自分のアイデアとして上層部に提出し、手柄を横取りしたものだ。当時、俺は雫の緑という日本茶ブランドを海外市場で展開するプロジェクトを企画していた。単にお茶を売るだけじゃなく、産地や製法のストーリーまで込みでブランディングを確立する狙いだった。例えば、茶葉の生産者と直接契約して、茶道の伝統を活かしながらも海外向けにアレンジした新しいパッケージを開発するとか、現地のカフェチェーンとのコラボで抹茶ラテフェアを打ち出すとか。俺の案はチーム内で好感触を得ていたのに、肝心のプレゼン直前で大場さんが茶葉ブランドのユニークさや海外企業とのコラボ戦略まで全て大場部長の名前で提出してしまった。あの時は俺も若く、まさかそこまで露骨にパクられるとは思っていなかった。その結果、大場部長の評価は一気に上がり、出世コースを駆け上がっていった。俺はアイデアの実務作業を補佐していた新人社員という扱いで終わり、悔しい思いをするしかなかった。だからこそ今、あれは素晴らしい提案だった。またよろしく頼むなんて言葉を大場部長から聞かされると、胸の奥がぎゅっと苦しくなる。昔の傷がひりついて、やりきれない思いだ。そう、胸の奥でつぶやきながら、俺は乱雑にファイルを閉じる。気づけば、唇を噛み締めていた。新田くん大丈夫？不意に声がして、顔を上げると、サキがデスクの横に立っていた。こういう時、彼女はいつも不思議と察してくれることが多かった。ああ、平気だよ。ちょっと思い出しちゃってさ、昔のことを。無理に笑みを作ったつもりでも、サキには伝わっていないだろう。彼女は深いため息をつきながら、目をそらさない。さっき、大場部長と話してたみたいだから。ね、あの人、
あなたに対して意地悪いから。俺がまだ未熟だっただけさ。案を取られたのも、要は俺がちゃんとアピールできなかったからだろうし。自重するように肩をすくめると、サキは少し語気を強めた。違う。それは違うよ。あなたが頑張ってるの知ってるから、私。言いかけて、サキは言葉を飲み込む。かつて恋人同士だった頃、仕事や将来の話をよくしていた記憶が蘇る。彼女も自分のプロジェクトに追われながら、俺のアイデアを応援してくれていたっけ？ううん、ごめん。ちょうど休憩に入ろうとしてたところなの。よかったら、少し外の空気吸わない？いつも仕事じゃ、体も心も疲れちゃうよ。遠慮がちに彼女が提案してくれる。確かに、このままデスクにかじりついていても頭は回らない。外の空気に触れたら少しは気持ちも切り替えられるかもしれない。そうだな、行こうか。会社を抜け出して外へ出ると、まだ少し冷えた空気が頬をかすめた。ビルの近くにはちょっとした広場があり、噴水が静かに水音を奏でている。昼休みも終わりかけなのか、人通りはまばらだ。ねえ、海外支社から戻ってきて、体調とか大丈夫？前は忙しすぎて倒れそうになってたじゃない。今はちゃんと休めてるの？おいおい、相変わらず心配性だな。俺は子供じゃないっての。自重気味に笑ったつもりだったが、サキはまっすぐにこちらを見つめたまま。当たり前でしょ？あなたが海外で苦労してるの。知ってたし。だから戻ってきても無理してるんじゃないかって。ちょっと気になったんだよ。はは、サンキュー。確かに厳しい部署だったけど、向こうでは結構鍛えられたんだ。実務も英語もいろいろとね。そう言うと、サキは微笑んだ。そっか。だったらよかった。まあでも、無理は禁物だからね。海外から帰ってきたら、日本の仕事の進め方にまた、順応しなきゃいけないでしょ。まあそうだな。確かに、帰国してから意外と戸惑うことは多いかも。いちいち根回しが日本のやり方っていうのも実感してる。向こうじゃ、もっと率直に議論できる雰囲気が当たり前だったから。俺がそう言うと、サキはあははと小さく笑った。昔から、ストレートに物事を言いすぎるところあるもんね。こっちに戻っても、その調子で結構ぶつかってない？まあ、いろいろあるさ。ほら、今日みたいに大場部長とさ、言いかけたところで頭をかすめる光景。大場部長に嫌味を言われ、前に企画を奪われた悔しさが蘇る。自分の中で封印していた感情が少しずつ浮上するのを感じた。サキは一瞬、申し訳なさそうに目を伏せた。ごめん、変なこと聞いたよね。いや、俺がそう言うと、サキがためらいがちに言った。ねえ、前からずっと言いたかったんだけど、実は、弟が入院してるの。驚いて何も言えなくなる。昔彼女からは、生意気な弟がいるのよ、なんて、笑いながら話を聞いたことがあった。でもその弟が、まさか入院なんて。入院、どうして？持病があって、定期的に治療が必要なの。前から通院はしてたんだけど、最近体調が悪化して、今は安定してるんだけど、またしばらく入院になるんだ。そう言って、サキは遠くを見つめるように息を吐く。その横顔に漂う寂しげな雰囲気が痛々しくて、俺はどう声をかけていいのかわからなかった。だから、最近は仕事を早めに上がって病院へ行ったり、手続きでバタバタしてて、だから仕事もちょっと迷惑かけることになるかもしれない。か細い声で伝えられた弟の話。どうやら彼女はずっと一人で抱えていたらしい。何も知らなかった。ごめん、俺。謝らないでよ。海外に行ってたんだし、行ってなかったのは私。あなたに心配かけたくなかったし。そう言うと、サキは小さく笑った。だが、その笑みはやはりどこか痛々しい。俺は自分の膝の上で拳を握りしめる。もしかして昔、お前が別れを告げたのは、弟さんのことが原因だったのか？すぐに否定されると分かっていても、どうしても確かめたかった。サキの置かれている状況を考えれば、あの別れの時期と何か関係があるんじゃないかと疑ってしまう。しかし、サキは軽く首を振って視線をそらした。少し苦い笑みを浮かべながら思い切り肩をすくめる。
そんなことあるわけないでしょ。弟は弟。これはこれ。私が、あの時あなたと別れた理由とは関係ないよ。そっか、わかった。ほら、休憩もそこそこにしないと、戻るのが遅くなるね。私も午後の会議があるから。俺は未練がましく感じられないように立ち上がり、そうだなとだけ返す。けれど、胸の奥ではいろいろな感情が混ざり合っていた。昔一番近くにいたはずの相手の苦しみを、こんなに遅れて知るなんて。と、もどかしさでいっぱいだった。数日後、プロジェクトが本格的に動き出し、初回のキックオフミーティングが開かれた。アイリスはもちろん、プロジェクトメンバーとしてサキも参加している。正幸、こっちに座って。アイリスが俺に向かって手招きをする。一方で、サキも少し離れた席に手のひらを置いて、ここに座ればと声をかけてきた。同時にこちらに来いと言われ、一瞬、固まってしまう。俺はとりあえず、アイリスの近くの席に腰を下ろした。すると、サキが少し目を伏せて、何とも言えない表情をしている。そして、新田くん、うちの営業戦略の担当なんだから、きちんとこちらのサポートしてね、と軽く微笑んだ。しかし、その笑顔は以前のような親密さを感じさせない。アイリスはそんな空気を察したのか。正幸、あなたは私のプランをわかりやすく補足してね。前に見せてもらった資料は本当に素晴らしかったから。と言い、まるで先に対抗するように俺に期待をかけてくる。会議は始まったばかりなのに、何とも言えない三角関係のような雰囲気が漂い、俺は内心焦りながらも、仕事に集中しようと頭を切り替えた。この微妙な空気感が今後のプロジェクト進行に影響しないだろうか。そんな不安が脳裏をよぎりながらも会議は進んでいった。そんなミーティングの翌日、朝一番で大場部長に呼び出された。彼はデスクの上に分厚いファイルを置いて俺に渡した。新田、これを見ろ。今度のプロジェクトで使う契約書だが、ここにサインして取引を成立させろ。お前が担当なんだからな。そう言って渡された契約書をパラパラとめくると、ある部分が妙に引っかかった。特定の外部企業の取り分が他社に比べて不自然なほど大きいのだ。部長、ここですが、なぜこの会社だけがこんなに大きな取り分を。俺は疑問を口に出す。すると大場部長は顔をしかめて、細かいことにいちいち疑問を持つな。これは俺が決めたんだ。余計なことを気にしてると、またチャンスを逃すぞ。と、不機嫌そうに言い放った。でも、金額のバランスがおかしいですよ。このままだと、他の企業から不満が出る可能性が高いかと。俺は食い下がろうとするが、大場部長は、いいから黙っておけ。このまま通せば俺の方で後で調整する。と断言する。俺としては、部長の命令を無視するわけにもいかない。とはいえ、見過ごせないほど大きな差額だ。大場部長は、この不自然さに対して説明をしない。まさか、これは彼の私的な理由なのではないか？大場部長、プロジェクトの透明性を確保するためにも、他の企業と同等の条件で調整すべきだと考えています。長期的に信頼関係を築くためにも、こうした不均衡はリスクになるかと。俺が勇気を出して指摘すると、大場部長は椅子に深く座り直し、険しい表情でテーブルを指先でトントンと叩く。お前は上司の言うことが聞けないのか？新田、俺はこれがベストだと言っている。部下のお前が口出しするんじゃない。彼は引く気がないようだ。俺は少し躊躇したものの、ここで引き下がったら自分の心情に反する。その思いが強かった。ですが、このまま進めると後々問題になりかねません。どうしても納得できません。自分にはこの契約書を先方に提示できません。納得なんかしなくていい。俺が決めるんだよ。お前が海外でちょっと成果を出したからって、俺のやり方に口を出せる立場だと思うな。そんなのおかしい。企業としての公正性や信頼を損なう恐れがあるのに、上司だからという理由でただ従うだけというのはどうしても受け入れられない。大場部長、上司の決定を尊重するのは当然だと思います。しかし、部下として疑問点を挙げるのも仕事の一環です。企業全体の利益を考えれば、上司と部下が意見交換をするのは必要ではありませんか？それに対して、大場部長は机を叩いた。何を偉そうに。
管理職の何たるかも知らない人間が生意気な口を聞くな。それ持ってさっさと仕事しろ。大声で怒鳴りつけられ、俺はそれ以上何も言えなかった。オフィスのみんなにも迷惑になると思ったからだ。今の部長にこれ以上何を言っても聞く耳を持たないだろう。俺は釈然としない気持ちで席に戻った。これでいいはずがない。翌日の夕方、俺は社外のカフェでアイリスと合流した。俺たちは向かい合って座り、早速この件について切り出した。実は、大場部長が提示しようとしている契約書があるんだけど、そう切り出すと、アイリスはゆっくりコーヒーカップを置きながら首をかしげてくる。何か問題があるのね。実は、ある外部企業の取り分が不自然に高いんだ。バランスが取れないし、他のパートナー会社から不満が出る可能性が大きいと思う。社内でも問題視されてはいるんだけど、大場部長がどうしても押し通そうとして、俺も納得できなくてさ。俺がそう説明すると、アイリスは眉を潜めた。そう、その会社の名前、改めて教えてくれる？もしかしたら、私の知り合いがいるかもしれないから、ちょっと調べさせて。と言ってきた。本当か。助かるよ。任せて。ビジネス業界は案外狭いのよ。とウィンクをした。話は変わるけど。仕事の話が終わると、アイリスは一層真剣な眼差しを俺に向ける。正幸は、あなたの会社の小林さんとどういう関係なの？と問いかけてきた。コーヒーに伸ばしていた手が止まる。どうしたの？突然だね。何か雰囲気が気になって。女の勘よ。正直に言って。別に隠すことじゃないんだ。ただ、昔付き合っていたんだよ。元カノってやつ。でももう、そういうんじゃないよ。へえ、そうなのね。道理で彼女があなたを気にしているように見えたわ。けど、その割に距離を取ってるようでもあった。ちょっと不思議だったの。まあ、いろいろあって別れたんだ。それ以来同じ会社だし、気まずい部分はある。でも俺はちゃんと吹っ切れてる。つもりなんだけど、彼女にはまだ心配かけちゃってるかもしれない。アイリスは飲みかけのコーヒーを口に含んでから、テーブルにカップを置き一息つく。正幸、あなた日本人特有の曖昧な表現が多いわね。そういうのが美徳だと思ってたら大間違いよ。言いたいことは言わないと伝わらないの。私たちは他人なんだから、はっきり言わないとわからないわよ。その言葉に、俺は少しドキリとした。海外支社での経験が長かったはずなのに、いつの間にか日本の社内文化に合わせて自分の主張を抑えることに慣れてしまっていたのかもしれない。わかった。アイリスには何かあったらちゃんと言うよ。俺は苦笑しながら約束した。そんな俺の返事にアイリスは満足そうにうなずいた。数日後の昼休み、突然大場部長から、行った、ちょっと来い。と呼び出しを受けた。嫌な予感がしたが、仕方なく誰もいない会議室へ向かった。ドアを開けると、部長は例の契約書を机に置いたまま、椅子にふんぞり返る。ご用件は？と俺が問いかけると、大場部長はにやりと薄笑いを浮かべながら、お前、まだあの契約書にごちゃごちゃ言ってるらしいな。と切り出した。いえ、ただ会社のためにも、条件を再調整すべきかと。と切り出しかけたところで、大場部長が、苛立たしげに手を振り、俺の言葉を鋭く断ち切った。まるで、余計な意見など一切聞く気はないとばかりに。ない。お前の言い分はどうせ大したことじゃない。俺から話がある。一度、椅子の背もたれに深くもたれかかり、大場部長は机の脇に置いた資料をわざとらしくパラパラとめくってみせる。そのわずかな仕草に嫌な予感が背筋を這うように走った。小林のことだが、あいつ病弱な弟がいるらしいな。治療費がバカにならないようだ。もし今このタイミングであいつが会社をクビになったらどうなると思う？低い声でそう告げた瞬間、室内の空気が凍りついた気がした。外から差し込む昼下がりの光が、部長の険しい表情を淡く照らし、嫌な圧迫感を際立たせる。ちょっと待ってください。さっきの弟は、言葉の途中で息が詰まる。大場部長は書類を閉じ、机に肘をついて、俺を見据えたまま、薄く笑いを浮かべる。その笑みは、おそらく自分にとって、下作な案を押し通す手段の一つなのだろう。君が口を挟む権利はない。
なんなら、取引先どころか社内にだって余計な口出しをする人材なんて不要だと思わないか？小林だって同じだ。弟の医療費で家計が苦しいらしいが、これ以上足を引っ張られるようじゃ困る。痛いところを突き、弱みにつけ込む。その狙いは露骨なほど明確だ。まさか、ここまで悪辣なやり方をしてくるとは、想像を超えている。部長、それはあまりに。苦言を呈するにも呼吸が浅くなる。大場部長は椅子から身を乗り出し、わずかに声を潜めて続けた。さあ、新田。俺の意に沿うかどうか決めるのはお前だ。お前が余計な口を聞けば、小林も弟もどうなるかわかるよな。まるで蛇に睨まれた気分だった。自分の信念を曲げたくないのに、サキとその家族を人質に取られたかのようなこの状況。これは取引なんだよ、新田。俺だって苦労してきたんだ。そう言いながら、大場部長は一度、わざとらしくため息をついた。学歴なんてろくにないまま、ここに入社したんだ。最初から周りの奴らは俺を見下してた。派手な経歴の連中にばかりいい仕事が回って、俺はいつだって地味な裏方を押し付けられてさ。お前みたいに海外で成果を出せるチャンスなんか与えられない。コネもない。気がつけば上に行きたくても行けないまま埋もれてる。ろくに出世の目も見えないポジションにいるんだよ。大場部長は苦々しげに言いながら机を乱暴に叩く。でもな、こんなところで終わるつもりはない。学歴がなくたってうまくやればのし上がれるんだよ。あの手この手を使って手土産を作りさえすれば、大企業だろうがどこだろうがいける。結局は結果が全てだ。誰を踏み台にしたって構わない。俺はそうやって勝ち取るんだよ。そこまでまくし立てると、大場部長は書類をバサリと机に落とし、俺を睨むようにして言葉を続けた。こうやって俺が成功すれば、外資系の大企業に行くことだって簡単だ。社内で見下されてきた俺の逆襲だよ。あとはお前と小林がおとなしく、俺の言う通りに動けばいい。そうすりゃ丸く収まるんだからな。最後の言葉を吐く頃には、その眼差しには、もはや哀れみすら感じられなかった。自分こそが勝利者になるのだと確信しているかのようだった。自分の出世のためにこんなことを。そうだよ。この契約が成功すれば、俺はとある外資の会社経由でポジションを手に入れられる。日本の古臭い人事制度なんか気にしないで、成果さえ出せばあっという間に幹部クラスにまで昇格できる。そこで俺が実力を示せば、今まで学歴やコネがないってバカにしてきた連中を逆に手のひらの上で転がせるんだ。さあどうする？当然俺の提案を飲むんだろうな。お前がこの契約を台無しにしたら、小林の弟の医療費もままならず、会社から切り捨てられる。それでもいいのか？怒りと悲しみが混ざったような感情がこみ上げてくる。自分勝手な理論を押し通し、弱みにつけ込み、脅しのようにして人を操る。これが大場の本性なのか。俺は歯を食いしばりながら、なんとか声を絞り出す。そんなの脅しじゃないですか。彼女が何をしたって言うんです。関係ないでしょう。だが、大場部長はまるで、待ってましたとばかりに声を張り上げた。関係ない？お前本当に何も知らないんだな。不穏な空気がさらに濃くなる。部長の唇の端がつり上がり、嘲笑うような表情を作る。小林がお前を売ったんだよ。お前のあの企画な。あれ誰が俺に持ってきたと思う？あいつだよ。お前が海外に行く前、あいつがベラベラと見せてきたんだ。そりゃ助かったね。ヒントになる資料が簡単に手に入ったんだからな。一瞬頭が真っ白になる。そんな、彼女が。口が乾き、声が震える。大場部長はそんな俺の表情を楽しむかのように、ゆっくりと歩を進める。お前の知らないところで、あの女は自分から企画書を持ってきた。あいつのおかげで俺は上にいい顔ができたんだよ。皮肉だろう？違う。そんなはずが、サキがわざわざそんなことするわけ。頭の中を何か重いものが駆け巡る。確かにあの頃、サキは同じプロジェクトチームにいて、俺が企画書をまとめているのを知っていた。それでも、彼女が本気で俺の案を部長に差し出すなんて想像できない。そうやって現実を直視できないのはお前の勝手だが、事実は一つだ。お前の偉大なプランは、もともとあいつが運んできてくれたってこと。結果として、俺の功績になったわけだがな。大場部長は声に出して笑いながら、俺の肩をポンと叩く。その手がどす黒い感情をまとっているようで、
思わず振り払いたくなる衝動に駆られた。まあ現実はそんなもんだ。お前はそんな裏切り者の肩を持つのか？ええ。お前を裏切った挙句こっぴどく振ったんだろ？そんな奴どうなってもいいじゃないか。俺は言葉を失う。悔しさと怒りがこみ上げ、頭の中が混乱していた。どうしてサキが俺を裏切る必要がある？それに、彼女をこっぴどく振ったなんて言われ方をされると、あの別れの記憶がさらに胸を締め付ける。黙ってないで何とか言えよ。どうせお前だって本心では、あいつなんかどうなってもいいと思ってるんじゃないのか？大場部長が面白がるように煽る。俺は怒りで震えながら、一歩踏み出そうとしたその時。ちょっと失礼します。今の発言、引き捨てならないわね。突然、会議室の扉が開き、アイリスが入ってきた。華やかな金髪を揺らしながら、大場部長を鋭く睨みつける。普段の穏やかな笑みは消え、瞳には冷たい怒りが宿っていた。なんだお前、勝手に入ってくるな。ビジター用のカードは持ってるわ。呼ばれたのよ、この課長さんに。アイリスは小崎課長に視線を向ける。小崎課長は苦々しげにため息をつきながら一歩前へ出た。大場部長、いろいろ裏でやってるみたいですね。残念ですが、あなたをかばう要素は見当たりませんね。そう言い放つと、課長はちらりと俺を一別し、低く続ける。正直、新田はずっと生意気だと思ってたけど、今回ばかりは、あいつの方がずっと真っ当でしたよ。少なくとも、こんな汚いやり方はしない。何よ、貴様までグルになりやがって、お前もクビにしてやる。小崎課長は、さらに冷ややかな視線を向ける。グル？さあどうでしょう。とにかく俺は会社にとって有害な不正は許せないだけです。まさか自分の部下とその家族を脅して利用するなんてね。アイリスは努めて落ち着いた口調で言葉を継ぎ、大場部長へと歩み寄る。今の話、少し外から聞こえてきたわ。あなたのビジネス方針は危険ですらある。国際的に見れば、家族を脅して成果を得ようなんて企業、すぐに信用を失いますよ。部外者が黙ってろ。大場部長は怒りをあらわにするが、アイリスは全くひるまずに歩を進める。大場部長、残念だけど、確認してもらいたいことがあるの。実はたった今、あなたが契約で不正をしようとしていた外資の会社と直接連絡を取ってみたの。そしたら、びっくりすることが分かったわ。会議室の空気が凍りついたように張り詰める。アイリスはテーブル脇に置かれていたノート PC を開き、何やら資料を呼び出す。少しばかり間を置いてから続ける言葉を、確信に満ちた響きを帯びていた。ええ、そこの社長、大場部長にポジションを用意した覚えは一切ないって言ってる。そもそも、そんな話すら聞いたことがないそうよ。契約が成功したら外資に行けるなんて、最初から存在しない話だったみたい。え？俺は思わず息を飲んだ。あれほどまでに自信たっぷりに外資系で高いポジションにつくと語っていた大場部長の話がまさか全部嘘だったなんて。そんなはずはない。デタラメを言うんじゃない。今回のプロジェクトで結果を残せば、ポストを用意するって話が。大場部長は顔を真っ赤にしながら荒々しく机を叩く。まるで自分が裏切られたとでも言いたげだ。俺は直接話を聞いたんだ。外資の担当者から結果さえ出せば管理職として迎えるってはっきり言われたんだぞ。それが今になって話が違うなんてどういうことだ。鬼のような形相でアイリスを睨みつける部長。その目には期待が裏切られた焦燥感とどうしても認めたくないという苛立ちが渦巻いている。それ、最初からあなただけがそう思い込んでいたんじゃなくて、実際外資の社長は否定しているのよ。裏切られたとか騙されたというなら、その証拠を示せばいいわ。私たちはきちんと社長本人にも確認を取っているの。そもそもあなたの名前すら知らないと言われていたくらいなんだから話にならないわよ。真実を突きつけられ、大場部長は唇を噛んで下を向く。彼が信じていた夢、外資への栄転はただの幻想に過ぎなかった。畜生。部長の声が響き渡ったその時、会議室のドアが開いた。サキが背筋を伸ばして立っていた。失礼します、新田くん。そして大場部長、これを。サキは A4 サイズの茶封筒を取り出した。これは大場部長による過去の不正取引の記録です。ようやく集め切りました。
1年前からおかしな動きがあることに気づいていたので、封筒から次々と書類が取り出される。事前に整理されているのがわかる几帳面な並び方だ。サキは淡々と説明を始めた。現在のプロジェクトで無茶な契約を行おうとしていたことから、私なりに色々調べてみたんです。大場部長は過去にも似たようなことをしていたのではないかと。案の定、海外取引の申請書類に不自然な金額の上乗せがありました。一枚一枚丁寧に資料が開かれていく。調べれば調べるほど意図的な改ざんの形跡が見つかりました。特にこの3月からの一連の取引は、大場部長が青ざめていく。その様子に、サキはさらに追い打ちをかけるように続けた。不正な資金操作、取引先への圧力、そして部下への威圧的言動、すべて証拠があります。お前、なぜそんなものを。大場部長が声を荒げるが、サキはひるまない。不正は見過ごすわけにはいきません。私もこれ以上黙っているつもりはありません。たとえどんな扱いを受けようと、その言葉には揺るぎない信念が込められていた。追い詰められた大場部長は最後の切り札を切った。小林、お前クビになっても構わないんだな。弟の治療費なんてどうでもいいのか。鬼の形相で叫ぶ部長。しかし、その脅しはすでに効力を失っていた。なぜなら、サキの後ろに社長が立っていたからだ。不当な解雇など私が許さないよ。社長。大場部長が縮み上がる。社長は部長の目の前まで歩いて厳格な声で言い放った。大場くん、すべて聞いていたよ。新田くんから詳しい説明を受けていたんでね。部下の弱みにつけ込んで脅す。そんな手段で己の野望を叶えようとする。私の会社でそんな真似は通用しない。大場部長の肩がガクリと落ちた。すべての謀略が露見し、もはや言い逃れる余地はない。会議室には重い沈黙が流れる。俺だって夢を見たかったんだよ。学歴もコネもない俺が、この業界で生き残るには、何を犠牲にしても上に行くしかないと思ってた。さもなきゃ、結局いつまでも見下されるだけで終わるから。言葉の端々には、悔しさや定年の混ざった響きが滲む。お前らにはわからないだろ。入社当初から影扱いされて、馬鹿にされて、毎日惨めな思いをしながら過ごしてきたんだ。だからこそ、絶対に見返してやろうと、こんなやり方しか思いつかなかったんだよ。大場部長の肩は小刻みに震え、頬を流れる汗が蛍光灯の光を鈍く反射していた。やり方こそ歪んでいたが、その裏にずっとうっせきしていた悲壮な思いがこぼれ落ちているのがわかる。けれど、だからといって、過ちが許されるわけではない。君の件については、取締役会で正式に処分を決定する。社長の厳かな声が響いた。これだけの不正が明るみに出た以上、君の居場所はもうないだろうね。その言葉を聞いた瞬間、大場部長は支えを失ったかのように膝から崩れ落ちた。傲慢に振る舞っていた姿からは、想像もつかないほど無力な後ろ姿が、ただ静かに震えている。それまでの野心も威圧も、すべてが崩れ去ったかのように感じられ、会議室には深い沈黙だけが残された。そして翌週、臨時取締役会が開かれ、大場部長の処遇が決定された。不正な契約行為、部下への強要と脅迫、虚偽の発言、そして会社の信用を著しく損なう行為。これらの理由により、懲戒解雇が言い渡された。さらに、これまでの不正取引による損害については、会社が民事で訴訟を起こすことも決定したらしい。大場部長の退職金は全額没収され、損害賠償の支払いも命じられた。それから1ヶ月が経過し、プロジェクトの契約は公平な条件で無事締結された。その後、俺の企画案や進行が評価され、最年少での課長昇進が決まった。契約による新規事業も順調に進み、会社の業績は着実な上昇カーブを描いている。会議室で最後の契約書にサインを終えた夜、サキが俺のデスクを訪ねてきた。少し話せる？サキの声には長年抱えてきた重みが感じられた。俺はデスクに広げていた資料をそっと閉じ、立ち上がる。彼女がこうして面と向かって話を持ちかけるのは久しぶりだった。カフェスペースの隅、他の人の気配が届きにくい席に腰を下ろすと、サキは静かに顔を上げた。
彼女の表情はどこか迷っているようで、言葉を選びかねているようにも見える。部長に、あなたの企画を見せたのは、私。そこまで言った途端、俺の胸がズキリと痛む。しかし、その続きは、想像していたものとは違う内容だった。正確には、私が意図して部長に渡したわけじゃないの。あの時部長が、どんな資料を作ってるか参考にしたいって言ってきて、最初は、これ新田くんの大事な企画なのでって断ったんだけど、相手は上司でしょ？しかもチーム全体で共有すべきだって強引で。サキは苦しげに唇を噛んだ。思わず顔を伏せるその仕草に、俺は彼女の抱えてきた苦悩を感じる。あの人、とても推しが強くて、デスクの上にあったあなたの企画の一部をちょっと見せてって持って行って、私が本当に止める間もなくデータをコピーされてた。そしたら数日後には勝手にあなたの案を自分のプレゼンに組み込んでしまったの。俺が黙っているのを見て、サキは苦笑いのように微笑む。その瞳には自分を責める色が宿っていた。結局私は部長がそんなことに使うなんて夢にも思わなくて、あなたにも伝えなきゃと思ったのに、部長から、お前が口を滑らせたって新田に言うぞって脅されて、それで言えなくなってしまったの。ごめん。サキの声は震えていた。その告白に、俺は胸が痛むと同時に、あの頃の彼女の不可解な行動が徐々に繋がっていくのを感じた。それからというもの、部長はことあるごとに私を呼び出して脅すようになった。私自身も弟の治療費がかかるから仕事を失うわけにはいかなかったし、あなたに迷惑をかけたくなくて、最初は何とかごまかそうと思ってた。でも部長は私とあなたの関係まで利用してきて、お前が新田と別れれば昇進させてやるかもななんて言い出して、あなたにとって大事なチャンスを潰されたくなかったし、何よりこれ以上迷惑かけたくなくて、だから私別れを告げたの。最後の言葉がか細く消えていく。俺は言葉を返せない。彼女が突然距離を置こうとしたあの日からずっと心に引っかかっていた疑問と痛み、すべての理由がここにあったのだ。そうか。そんなことがあったなんて、俺は全く気づかなかった。サキは一人で抱え込んで、ごめん。気づかなかったという言葉を繰り返しながら、俺は悔しさを噛み締める。サキは小さく首を振って、あなたは悪くない。私が勝手に決めて距離を置いたんだから、今までずっと従うだけだった。でも、あなたが部長と対峙している姿を見て、このまま黙っていちゃいけないって強く思ったの。俺は深いため息をつきながら、サキの手に自分の手を重ねた。その瞬間、俺の内側でずっときしんでいた何かが少しだけほどけていく気がする。辛かったんだな。一番苦しい時に、そばにいてやれなくて本当にごめん。そう言葉をかけると、サキはかすかにまぶたを伏せて小さくうなずいた。握り返す手からは彼女の震えた思いが伝わってくる。互いの温度を確かめ合うようにじっとしていると、不意に静かにドアが開く音がした。なんだ、ここにいたの。アイリスの声だった。その瞬間、俺はサキと繋いでいた手を思わずパッと離した。アイリス、どうしたんだ？私が呼んだの。サキは立ち上がり、アイリスに深々と頭を下げた。アイリスさん、本当にありがとうございました。あなたのおかげで、私や会社のみんなが救われました。あら、お礼のために呼んでくれたの？律儀な人ね。呼んだ理由はもう一つあります。サキはアイリスの目をまっすぐに見つめながら付け加えた。実は、あなたにお願いがあるんです。新田くんを支えてあげてほしいんです。彼は強い人に見えて、案外脆いところがあるから。すみません。無責任な言い方かもしれないけど、どうかお願いできますか？サキがそう言うと、アイリスは腕を組み、困ったような表情をした。難しい話ね。だって私、本社に帰ることになったから。その言葉に、俺とサキは、と同時に声を上げた。帰るってどういうこと？本社から呼び戻されたの。新しいプロジェクトのリーダーとして。でも、何か言いたげで、でも言いよどんでいるサキに、アイリスは微笑んだ。私のことは気にしないで。だって、
正幸のこと、もう好きじゃないもの。え？もちろん友達として、そしてビジネスパートナーとしては好きよ。だけど恋愛感情はないわ。だから安心していいのよ。ごめんね、正幸。あなたの反応が面白くって、ついからかっちゃったの。そう言いつつ、アイリスの目にはうっすらと涙が浮かんでいるように見えた。自分の感情を隠している。そんな風に感じていると、サキがアイリスを抱きしめた。ありがとう。もう、なんでお礼を言うの？そこは素直に喜んだらいいのに。ライバルがいなくなったのよ。日本人の心を隠すの、美徳っていうのかしら。そういうの、こっちの胸が痛いだけだわ。そう言いつつ、アイリスもサキを抱きしめ返していた。数週間後、俺たちはアイリスの帰国を空港で見送った。それから、俺とサキは晴れて再び付き合うことになった。傲慢という障壁によって離れ離れになった俺たちだが、実態はサキが俺を思ってくれているがゆえにすれ違うこととなっただけ。壁を乗り越えた俺たちは、今度こそ互いを何者からも守りきると誓い合ったのだ。今、俺は新たなプロジェクトのリーダーとして、さらなる挑戦に向かって歩み出している。サキも同じチームの一員として、互いを支え合いながら新たな道を切り開こうとしていた。よろしくね、リーダー。サキが微笑みながらそう言うと、俺は少し照れくさそうにうなずいた。人は誰しも失敗や挫折を経験する。でも、それをどう乗り越えるかで、人は本当に成長するんだ。このことを胸に、俺はこれからも挑戦を恐れず、自分の信念を貫きながら、新たな未来へと歩み続ける。どんな試練が待ち受けていようとも、俺は自分や仲間を信じ、前向きに進んでいくのだ。